はい。じゃあ続いてパッケージに移りますと。まずパッケージの説明をしていきます。Go のプログラムの構成要素は、パッケージ、型、関数、変数、定数になっています。パッケージは、この下の型、関数、変数、定数を、まとめたようなやつになっていますと。で、Go のプログラムはですね、パッケージをインポートすることによって、他のパッケージをインポートすることによって、その機能を使うってことができます。要は一つのパッケージでプログラムを構成するってことはほとんどなくてですね、第三者が作ったものとか標準で用意されているパッケージをインポートして使うということが多いですと。で、メインパッケージ、実行可能なプログラムの場合はメインパッケージがあって、それにメイン関数を書いて、プログラムを作りますけど、基本的にこうやって、別のパッケージをインポートしてやりますと。自分が作ったパッケージだったり、人が作ったパッケージのこともありますと。で、パッケージの種類ですけど、メインパッケージ。メインパッケージはメイン関数が存在するパッケージで、プログラムの起点、エントリーポイントとなるようなパッケージですと。実行可能の Go のプログラムの場合は必ず存在します。標準パッケージ。これは Go が最初から用意してくれているパッケージになっていて、組み込みのパッケージですね。100以上のパッケージが存在するので、まず、自分で書き始める前にですね、標準パッケージに、欲しいものがないかというのを調べてください。で、サードパーティーパッケージ。これは、自分も含んだ、標準でもメインでもないやつという意味で使っています。基本的にはインターネット上で公開されていることが多くて、インストールすることで使えます。ライブラリと呼ばれるものが多いですと。メインパッケージを含まないものが多いですと。パッケージのインポート。パッケージのインポートは、他のパッケージの機能を使うという機能になります。インポートすることで、使えるようになりますと。で、インポートは ID とか GoImports ってツールにお任せするといいです。手打ちしてもいいんですけど、GoImports を使うことをお勧めします。多分レビューで GoImports 使ってくださいと書いてる。なんで使ってないのがバレたんだと思うかもしれないですけど、熟練のゴーファーにはですね、これがフォーマットかかってるのか、インポーツされてるのかっていうのを心の目で見ることが可能なので、まずアルファベット順に並べ替えられているのと、サードパーティーと標準パッケージの間にスペースが、空行が入る。みたいな感じでインポート、されますので、それが詰まってたりとか、インポートの書いてる順番がアルファベット順になってなかったりするとバレます。はい。で、パッケージをインポートしてできることについては、その別のパッケージで用意された変数とか関数の定数を使えるということになります。はい。質問が出てますね。サードパーティーライブラリを使用を決めるときにどういった点で信頼性を評価していますかと。はい。これもスライドに書いておけばよかったんですけど、まず、信頼性というのは GitHub などの、その Git をホスティングしているようなところの、スター数とかをまず見ますよね。それが十分スターがついてなければ、ちょっと身構えますと。で、スターがいっぱいついてたら、ちょっと安心します。でもまだ早いです。で、続いてドキュメントを読みます。GoDoc を読みますと。pkg.go.dev というサイトに行って、ライブラリのパッケージドキュメントを読みますと。そうすると、どういった機能が公開されているのかというのが見えますと。その機能が自分が欲している機能に過不足なくあるかを調べますと。過不足なくというのは、多すぎる場合も構えますと。なんでかというと、人の作ったライブラリを使うということは、その別の人の事情が入ってくると。自分のプロジェクトに別のグループ、別の人の作った、事情が入ってくると。なので、運用のというかその保守のことも考えないといけなくなります。他人が保守しているものが自分の保守しているものに混じり合うということなので、なるべく依存関係を増やしたくないので、
不用意な依存関係が増えるものはちょっと遠慮しますと。要するに、このなんか例えば、この計算がしたいだけなのになんかものすごくいろいろな型がついてくるとか、ちょっとなんかそうだな、文字列をちょっとリバースしたいだけなのになんか他の機能もいっぱいついてくるとか、そういったものは正直自分で作った方がいいです。ちょっとしたユーティリティだったら、依存関係を増やすよりかはコピペした方がマシです。これはGo を開発もともと設計したロブ・パイクさんも言ってますけど、小さなコピーの方がまだマシと。小さな依存よりか小さなコピーというか、作り直し、車輪の再発明の方がまだマシですと。なので依存関係を増やすって、サードパーティーのライブラリを使うってことは依存関係を増やすってことになります。依存関係を増やすのは非常に、慎重になった方がいいと思います。なんでかというと、一回依存してしまうと、その依存を取り払うのが大変になるから可能性が高いからですと。なんでまず、その依存関係がどんだけ増えるかっていうのも、ライブラリを使用する際に評価の一つにしますと。で、あとはテストが十分にあるかとか、リードミがちゃんと書かれてるかどうかとか、リリースサイクルがどうなってるかとか、V0.0. いくつでずっと止まってないかとか、あとはもう一つ面白い調べ方があって、さっき pkg.go.dev というのがあったと思いますけど、喋ったと思いますけど、例えば、ゴリラマックスとか結構有名なライブラリーですけど、これを imported by というのをすると、このパッケージをインポートしているパッケージの一覧ですね。世の中で使われている箇所がバーッと出ますね。これを見て、めっちゃ使われてると思って使うっていうのもありですね。なので、この有名なパッケージがそのパッケージを使ってるっていうのも一つ信頼性の、論文の参照みたいな感じですね。偉大な論文から参照されてたら、その論文もきっと偉大なんじゃないかという、そういうのと一緒で、偉大なOSS とかが参照してたら、これは結構いいライブラリーなのかなと思うっていうのはありかなと思います。ちなみにさっきの依存関係が増えることに関しては、そのパッケージ自体が、そうですね。闇雲に使ったら危険かっていうと、そうなんですけど、他のパッケージをちゃんと評価して、依存関係が増えて、自分のプロジェクトの複雑度が増えるというのを覚悟した上で入れなきゃダメですと。自分がそのプロジェクトからいなくなった後に、新しい人が入ってきて、で、さらに自分が入れたパッケージが保守されなくなったと。で、使ってほしくない機能がいっぱいあるけど、使ってほしいのはこの機能だけみたいな状況が生まれたと。新しく入ってきた人が何も考えずに、その使っちゃダメな機能を使っちゃって、障害になるみたいなことが起きるってことをちゃんと考えてパッケージを選ばないといけないという。なので、そんなことまでこの機能、たかが文字列を反対にするだけなのに、そんなことまで考えるのきついなと思ったら自分で作った方がいいです。いやいや、それでも、ちょっとこれはきつい。RFC を読まなきゃきついみたいな、RFC 読むぐらいだったら他のライブラリーを使わせてくれみたいな、そういったものだったらライブラリーを使った方がいいです。それ以外だと、ちょっと運用コストと、導入コストと、得られるその利益を天秤にかけてちゃんと選んだ方がいいです。結構その選ぶ時の天秤のかけ方がよく聞くのが、その便利かどうか、便利か便利じゃないかで、こう天秤にかける人が多いと思うんですけど、そうじゃなくてですね、自分のプロジェクトが複雑になるってこととかも含めてちゃんと天秤にかけないと、すごい便利ドーンとなるよりか、便利だけどちょっとなんか保守がちゃんとされてない、便利だけどすごくパッケージがでかすぎる、型がいっぱい定義されてるし、なんか
便利そうな関数もいっぱい用意されているね。これほんと便利だけど、これ入れることによってなんか自分のプロジェクトがカオスにならないかみたいなこともちゃんと天秤にかけて選んでください。ちょっと話長くなりましたけど、結構重要な話ですね。はい。で、パッケージ名のエイリアスについて説明します。エイリアスなので、パッケージ名に別名をつけるという機能になりますと。インポートパスの左側に変えたい名前を書きますと。どういう時に書き換えたいってことになるかというと、例えばパッケージ名が衝突している場合になります。パッケージ名が衝突しているってどういうことかっていうと、インポートパスは別だけど、インポートパスっていうのはここの部分ですね。このパス。ダブルコーテーションにくくられているところですね。は別だけど、その一番最後の要素が同じですね。この場合シンクとシンクですね。になると、名前が一緒になっちゃうんですね。インポートパスは違うけど、名前が一緒になると、どっちのシンクですかみたいな話になるので、片方に別名をつけてあげると、マイシンクっていうのがこっちのシンクですよねと。標準パッケージのシンクはこっちですよねと。正直こういう状況の名前の付け方はあんま良くないので、私の名前の付け方は良くないんですけど、そういった時に、これで使いますと。で、他にももう一個あって、メジャーバージョンを、ライブラリのメジャーバージョンを上げた際に、ディレクトリをこう切って、V2 みたいなディレクトリ切った場合には、パッケージ名はグリーティングだけど、ディレクトリ名が V2 になってるって場合は、要するにインポートパスとパッケージ名が一致してない場合は、こうやって別名つけることがありますと。これはバージョンが2以上のやつは結構こういうことになっていることが多いです。はい。で、ちなみに Go のパッケージっていうものはですね、パッケージ名っていうのはですね、必ずこう、そのパッケージの機能を使う際に、左隣にありますと。例えば、グリーティングパッケージの、挨拶をするっていう関数を呼び出したい場合は、こんな感じで greeting.do と呼び出します。なので、パッケージ関数、外に公開されるようなパッケージ関数とか型とか変数の名前を決める際には、そのパッケージ名と一緒に使われるということをちゃんと意識してください。なので、greeting, do greeting みたいな、こうなんか、名前をこう重複してつけると、非常に読みづらくなります。良い例としては、NetHTTP パッケージという標準パッケージのクライアントとかはすごく読みやすくなっています。HTTP パッケージにクライアントという型があるんですけど、それの名前が、安直につけると HTTP パッケージの中に HTTP クライアントって名前でつけると思うんですけど、Go の標準パッケージはそうなってないです。HTTP パッケージにクライアントっていう名前の型があります。なので、HTTP クライアントを使いたい場合は http.client という名前で使いますと。ちなみにメソッドの名前も非常にはっきりしてて、HTTP クライアントが do するって言われたら何すると思います？グリーティングの場合 do するって挨拶するしかないですし、HTTP のクライアントが do するって言ったらもうリクエストを送るってことですよね。なのでわざわざセンドリクエストみたいな名前を付けることはほぼないです。Go の場合は、なるべく誤解の発生しない単位で、なるべく短い名前を付けるというのを、習慣化されています。なので、よく Go は変数名とか関数名は名前を短くする文化があるという、記事とかツイートとか見かけますけど、それはちょっと誤解です。十分に伝わる場合において名前を短くする文化があるという意味になります。なので、greeting.do で伝わる場合は do にしますし、パッケージ外に公開されない、パッケージ変数についてはパッケージ内でしか参照されないので、名前を長くする傾向があります。みたいな感じで、名前を使う側の気持ちになって使う際に十分に分かるときは短く、分からないときは長くっていうのがGo の文化になっています。はい。で、さっき今ちょっと公開とか公開しないとかいう話をしてますけど、どういったことかというと、
エクスポートっていうと、パッケージの外にその識別子というのは変数名、関数名、定数名、要するに変数、定数、関数などを公開するかどうかを決めることになります。エクスポートするというと公開することになります。エクスポートしない。英語で言うとアンエクスポート。アンエクスポーテッドは公開してないという意味になります。で、どうやって公開する、公開しないを決めるかというと、その名前の先頭を大文字にするか小文字にするかだけです。大文字にすると公開して、小文字だと公開しないと。そういったシンプルなルールになります。Java をやったことある方向けに言うと、プライベートとかパブリックとかそういったものと似たようなイメージになりますけど、Go の場合は名前で公開非公開を決めています。で、名前で公開非公開を決める、大きな利点としては、プライベート、パブリックみたいなアクセス修飾詞をつけた場合だと、ID の力を借りないと、公開されてるか公開されてないかっていうのは分かりづらいです。Go の場合は、名前で分かるので、別にメモ帳とかで開いても、これは公開されているというのは一発で分かります。ちなみに、標準パッケージの関数、fm とプリント ln と fm とプリント f とか、今まで使ってきましたけど、よくよく思い出すと全部大文字から始まってますね。プリント ln の p は大文字だったし、プリント f の p も大文字でしたね。そんな感じで、他のパッケージの機能を使う際には必ず大文字のものしか使えないと。自分で作ったパッケージのものを外に公開した場合は先頭を大文字にする必要があると。で、公開したくないもの、公開したくないものというよりかは公開する必要がないものは全部小文字で始めてください。キータの記事が大文字で始まってるから大文字にするみたいなことはやめてください。参考してる記事が大文字だろうがちゃんとその場で公開する必要があるかどうかちゃんと考えて、大文字小文字を選んでください。はい。で、ライブラリについてはメインカツのない Go のプログラムって言いましたけど、基本的にはエクスポートされたものを使用してもらうというのが前提になっています。エクスポートしないものをそのパッケージの中で使うという意味になります。はい。あと10分になってしまいましたけど、Go パスについて説明していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。どこまでいけるかな。はい。スコープまでいけたらいいかなという感じですね。はい。Go パスについて説明します。Go パスに関しては、最新の Go のバージョンでは、そこまで、重要視されてないというか、基本的に Go パス使わないっていうことも、使わずに開発するということも結構できますと。ただ、Go パスというものを知らないと、ちょっと、あんま良くないので、ここで説明していきますね。Go パスは、こんな感じの、環境変数で定義されるようなものになっていて、Go のソースコードやビルドされたファイルなどが入るパスです。環境変数のパスと似たようなイメージだと思ってもらったらいいかなと思います。ちなみに、Java のクラスパスみたいなイメージを持ってもらうと、わりかし近いかなと思います。インポートされるものを探す先だと思ってください。最近だと新しく Go モジュールズという概念が出てきたので、ちょっと完全にそうかっていうとちょっと微妙なところになってきましたけど、Go モジュールズが出てくる前までは、ほぼほぼクラスパスみたいなものでしたと。で、Go パスの下に、bin、pkg、src というディレクトリが作られますと。src に関しては、ソースコードが入っています。自分がインストールしてきた、ライブラリのソースコードなどが入りますと。自分が作ったプログラムはこのインポートする際に、この src の下のソースコードを参照するという形になります。コンパイルする。インポートしてコンパイルする際に。で、この src の下の、ディレクトリ構造をですね、インポートパスと一致している必要があるので、私の github.com greeting というパッケージ使いたかったら src github.com greeting みたいなディレクトリ構造でインストールされますと。で、bin と pkg の方には bin は、ビルドされた実行可能ファイルですね。
よく GoGet してきて、コマンドラインツールを入れるみたいな時に、ここに入ります。で PKG は、ビルドされたパッケージが入ります。実行可能ファイルじゃないやつですね。で、GoPath の設定方法は環境変数として設定します。Unix 系だと、ドルGoPath みたいな感じですね。で、デフォルトが決まっているので、最近の Go の事情としては設定しなくていいです。ちょっと昔の Go のインストール方法っていうのがあった場合に GoPath の設定とか Go ルートの設定みたいな話が書いてあると思うんですけど、最新の Go では基本的に設定しなくていいです。設定しなきゃいけない場合は、ドルホームの下に Go というなんか力強い名前で、ディレクトリが作られるのは嫌だという時だけです。Windows の場合はユーザープロファイルのGo ですね。要するにユーザーのディレクトリの下にできますと。で、ちなみにクラスパス、Java のクラスパスと同じように複数設定できます。このパスになかったらこのパス、このパスになかったらこのパスみたいな感じで複数設定できます。先頭に書いたやつの方が優先されます。Go で、環境変数として、Go パスを設定できるんですけど、Go パスを参照したい場合には、その環境変数を直接見るんではなくてですね、goenv Go パスというコマンドで確認してください。なんでかというと、OS が違うと、その環境変数の名前が違うかもしれないと。Unix 系の場合はドル Go パスですけど、Windows の場合は %Go パス%の可能性があるので、その辺の違いを吸収するためには goenv Go パスで参照するのがいいと思います。Go に関係する環境変数を取得したい場合はですね、基本この goenv コマンドを使ってください。どんな環境変数があるかを見たい場合は goenv って言ってエンターを押すと、バーッと出てきます。はい、GoLand というエディターで ID で GoPath 設定する場合はこの GoPath ってところが設定できます。